皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一応名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回は2025年8月9日に名古屋ダイヤモンドホールで開催されましたバンドメイドツアー2025の14公演目セカンドラウンドファイナルとなるお給仕に帰宅してまいりましたので、その模様をレポートさせていただきます。名古屋ダイヤモンドホールはセカンドラウンドのファイナル 2days 公演ですので、今回はその2日目セカンドラウンドファイナル公演になります。昨日のお給仕がめちゃくちゃ盛り上がったということもあって、セカンドラウンドファイナルとなるこのお給仕はどうなるのかとか、ミサさんのスクリームが聴けるんだろうなとか楽しみすぎます。お給仕当日はホテルの部屋で朝から1日目のお給仕をテキストでずっとまとめてまして、楽しかったお給仕を追体験していました。実はこのレポートを作るのって自分自身でもお給仕を何度も追体験できて楽しいんですよね。それで物販開始の14時45分の少し前にホテルを出まして会場に向かいます。もうここまで来たらご当地 BB シャツは全部買おうと思いまして、いつも通りご当地 BB シャツとくじ10枚購入します。くじの結果はいつも通りに戻りましたが、トレカが6枚と大量なのとトートバッグが当たって持っていない黒に変えてもらえたのでよしとします。それで一旦ホテルに戦利品を置いてご当地 BB シャツに着替えて手ぶらで身軽になって再度会場へ向かいます。今回は西さんが来られてたので集合写真撮ってもらいました。そうこうしていたら入場待ちが始まったので5階へ上がります。今回はチケットの B 正版がないようで、多分早めにソールドアウトしたんだろうなと思いました。今回の私のチケットは A351 番と昨日より100番ほど悪いですが、昨日のストレスもあって今回はできるだけステージ近くに行こうと思って入場待ちしてました。風邪は完全に治ってはいましたが、一応念のためマスクをして声は出さないようにしようと思いました。待っている周りは知り合いのお名手様がたくさんいて、ミサさん推しのお嬢様お名手様と、今日はミサさんのスクリーム聞きたいのでお嬢様エリアがいつも通りミサさん側だったらいいねみたいな話をしながら会場を待ちました。それでいよいよ会場時刻になってフロアに入ると、お嬢様エリアは期待通りミサさん側で、その後ろが空いています。私もミサさんのスクリームを間近で見て聞きたいので、お嬢様エリアの後ろの柵の2列目の壁際に位置取りました。私的にはこのお嬢様エリアの後ろという位置は初めてです。お嬢様エリアには知り合いのお名手様がたくさんおられましたので、なんか心強かったです。でもフロアが埋まっていくと同時にお嬢様エリアもパンパンのギチギチになっていきます。すごくお嬢様増えたんだなと思いましたね。それでこの日は入場がスムーズだったのか、帝国の17時半ぴったりに BGM が止んでステージの照明が落とされます。フロアから歓声と手拍子が沸き起こり、 SE が流れてきて、下手からあーちゃんがいつも通り元気いっぱいでステージに入ってきて、明朝小鳩さん、ミサさん、サイちゃんが続いて入ってきます。昨日に引き続きものすごい歓声と拍手になって、メイドさんたちがそれぞれの配置につき、 SE が止んで照明が落とされたステージとフロアにお給仕開始前の一瞬の静寂が訪れます。この静寂を破るようにスポットライトを浴びたサイちゃんの歌声がフロアに響いてきて、このツアーの1曲目を指定席にしてきた前で開始です。ファイナルラウンドもそうなのか変わるのかとか思いながらサイちゃんの歌に聞き入ります。右前に背の高いご主人様がおられて、サイちゃんミンチは見えにくい感じだったのですが、まずは小鳩さんとミサさんとあーちゃんを視界に捉えて楽しみました。でもなんとか不意を動かしてサイちゃんの歌う姿もミンチョのギターを弾く姿も拝みます。それでイントロになってちゃんとになりますが、目の前のお嬢様たちが上げる手のネイルが透き通って見える感じで、なんかものすごく綺麗なのが印象的でした。というかお嬢様エリアってこんなに盛り上がってるんですね。いつものおっさんの拳じゃなくて、めっちゃ綺麗な手がたくさん上がって盛り上がっているのを見るのは新鮮でしたし、なんかいつもよりスタイリッシュでおしゃれな空間に紛れ込んだような気持ちよさも感じてしまいました。昨日は後方でおとなしめに楽しみましたが、前方でもみっちゃな感じで手を挙げたり手拍子したり踊ったりするのは声出さなくてもやっぱり楽しいです。それで1メロ2メロを楽しんで C メロからミンチョのギターソロです。ミンチョは遠いですが、上手の立ち台でギターソロを弾いてくれるとバッチリ見える感じになります。後ろから俯瞰してみるのもいいですが、やっぱり近くから見れる方が楽しいと感じながらミンチョのギターソロを堪能します。それでラッサビのあーちゃんのドラムフィルも堪能して、アウトロで思いっきりちゃんとして曲終わりとなります。続く2曲目はアンディッシュです。この曲もサイちゃんのボーカルからスタートです。この普通にイントロから始まるパターンの曲とボーカルから始まってイントロに入る曲があって、ミンチョが考えてこの曲はこのパターンでいこうとか考えて作ってるんだろうなとか思ってしまいます。インフルエンサーみたいに本当にイントロがない曲とかもありますしね。それでこの曲はイントロありなので、サイちゃんが両手を振り上げながら打ってきて、フロアもちゃんとで盛り上がります。それで1メロに入って場所的にミサさんのものすごいベースラインを弾く姿もバッチリ拝めました。
それでサビに入ってぎゅうぎゅうの前方で思いっきり手を振り上げてサビを楽しみますが、これこれって感じになります。だんだんリリだんだんは叫びませんが、手でやるのを昨日覚えたのでそれで盛り上がります。感想から2メロに入って同じように楽しみます。この曲に限らないですが、あーちゃんが左手でハイハット、右手でフロアタムやその上のシンバルを叩く時の手をクロスさせずにドラムを叩く姿が笑顔で叩いてくれることもあって大好きなんですよね。それで2サビも思いっきり盛り上がって2サビ終わりで C メロの手拍子になりますが、ここの手拍子の終わりどころが私的には未だに迷ってしまいます。それでサイちゃんの Now We Go からミンチョのギターソロになりますが、上手前に出てきてくれてますので、前の人の頭の隙間からなんとかミンチを拝めますし、ちゃんとしながらだんだんリリだんだんとか入るのも楽しいです。そこからのラッサビはギターソロでの盛り上がりのまま突入しますので気持ちいいんですよね。この辺りの構成も素晴らしいと思いますし、最後アウトロでだんだんリリだんだん叫ぶところは MV のアニメで久保田さんがバンドメイドの旗を立てるところがいつも目に浮かびます。曲終わりの大歓声の中、3曲目となるアローンのイントロが始まります。この曲はバッチリイントロがあるやつですが、フェードインしてくるというちょっと珍しいパターンですね。お給仕ではフェードインではないですが、イントロが流れてきた時点でゾクゾクしてしまうやつです。フロアからのチャントも声がすごかったです。さすが大歩という感じがしました。それで1メロに入りますが、この曲は基本的には久保田さんがギターを弾くパートが少なめなので、手を挙げて踊る感じでコーラスを歌ってくれる久保田さんを見て楽しんで、リサさんのベースと私的に大好きなこの曲でのアーチャーのドラムを叩く姿も堪能します。それでサビはやっぱり無理やりでもサイちゃんを見てしまいますが、ここのバックのミンチョのリフがイントロと同じなのが味わい深いです。感想でサイちゃんもおーおー4回歌ってるのを確認して2メロに入ります。2メロ冒頭のミンチョの3連で下がっていくギターフレーズと、それに連動したようなあーちゃんのドラムフィルを堪能します。ここ最高に好きなところです。それで2サビも楽しんで、2サビ終わりからサイちゃんの英語の語りになってミンチョのギターソロです。上手を立ち台で私が一番好きなソロを弾いてくれるミンチョを見て聴いて楽しんでラスサビに突入します。ここのつなぎというか、ギターソロ前からソロ終わりからのラスサビであーちゃんの怒涛のドラムフィルという流れは本当にすごいと思いますし、これが初めて採用となったメイドさんたちの自作曲とは信じられないくらいの完成度だと思います。もうこの時から今につながる全員の才能が見出せますし、そこにさらに久保田さんのリズムギター技術の上達が加わるわけで、当然日々のものすごい向上心による努力があってのことだとは思いますが、今の素晴らしいパフォーマンスにつながっているのかなとか思いながら感慨深くなっていました。それでラスサビ終わりからアウトロになって、サイちゃんと久保田さんのおーを7回聴いて曲終わりです。曲終わりの書き鳴らしが終わって大歓声が響き渡ります。曲終わりの時にお嬢様エリアで上がる手がいつもなんか綺麗に開いた指の形を作ってられるのに気づきました。なんかこういうのいいですよね。ここで最初の MC になります。小鳩さんのお帰りなさいませご主人様お嬢様やってまいりましたっぽセカンドラウンド最終日名古屋2日目っぽで大歓声となります。続けて本日もソールドアウトっぽでさらに大歓声となります。小鳩さんは続けて興奮した感じで、ということはセカンドラウンド前日ソールドアウトっぽでステージのメイドさんたちも会場も喜びを分かち合う感じの大歓声と拍手が沸き起こります。メイドさんたちはみんな手を合わせる感じで感謝してくれてましたね。あとたくさんのご主人様お嬢様が帰宅してくださったおかげで今日を迎えることができましたっぽーとか、名古屋は今日もすごいっぽーみたいなことを言ってフロアはさらに盛り上がります。それで大丈夫ですかっぽー皆様ついてこれますかっぽーに大歓声で答えて、いつもの小畑さんのフレーズのようこそバンドメイドのお給仕へで大歓声が上がって、今回も滞りなく次のセクションに入ります。MC 明けの4曲目はドミネーションでした。ミンチョのリフからイントロになって、今回もサイちゃんが行くぞーの焚き火を上げて思いっきり煽ってきますが、やっぱりお嬢様エリアは最初からノリノリで見ていて気持ちよかったです。ちゃんとの音量もすごかったです。それで1メロに入りますが、途中のシンガロングもサビでのハローハローのコール&レスポンスも台本の凄まじい声を感じられます。2メロに入ってサビ前のブリッジのようなところでサイちゃんが前で歌っている後ろで楽器隊があーちゃんのところに集まりますが、リサさんはあーちゃんの後ろに回ってミンチョはドラムの上手側、最後に加わる小鳩さんは下手側で3人であーちゃんを囲む感じになってましたね。その時のあーちゃんって本当に楽しそうな顔でドラム叩いてて、こっちも楽しくなります。今更ですがワイヤレスになってステージを自由に移動できるようになったのがいいですよね。それで2サビでまた大音量のコール&レスポンスになってギターソロ前のブリッジで一拍かけてのちゃんとになりますが、やっぱりここは楽しいです。
それで短いですが真ん中のお立ち台でソロを弾いてくれるミンチを堪能して、落ちメロから全国せよで盛り上がってラッサビです。ここも思いっきりのコール&レスポンスで盛り上がって最後のメロのところになりますが、確かここで今回もあーちゃんが少し上を向いて気持ちよさそうにしてドラムを叩くところがありまして、これって私的に大好きな光景です。言葉で伝わりますかね。最後はサイちゃん小畑さんと一緒にハローハローのシンガロングでアウトロのチャントになって、かっこいいあーちゃんのドラムの締めで曲終わりの書き鳴らしです。すごい歓声が沸き起こっていました。5曲目はフォービドンテールです。サイちゃんにスポットライトが当たって、サイちゃんのボーカルとミンチョ小畑さんのアルペジオから始まりますが、この静かに始まってあーちゃんのスネアロールが加わってミサさんのベースが入ってくる展開は本当に盛り上がります。それであーちゃんの気持ちいいドラムフィルからサビに入るわけですが、ここの気持ちよさはお給仕でしか味わえないところだと思います。それで感想になりますが、サビ始まりの曲はいくつかありますが、この構成の曲はなかったように思いますし、続く2メロが冒頭のメロディーを軽快にした感じにするってよくこんなの思いつくなと思います。さらにここからの B メロの変形にとどまらないラジーな感じのメロから2サビに入る展開は絶対普通では考えられないというか、ミンチョの頭の中を見てみたい感じになります。でもそれもこの後の展開を考えると生優しい感じで本当に目まぐるしく展開していきますが、全体を見ると曲としてきっちり構成されていて、体から気持ちよくなる質が出てくる感じの高揚感を感じられます。こうやってレポートとして曲を紹介しようにも何メロと言っていいかも分かりませんし、ラスサビの後にもまだ展開がありますし、イントロはなかったのにアウトロはありますし、説明を諦めるしかない感じです。さらにこの曲はサイちゃんのボーカルも小畑さんのコーラスもギターもミンチョのギターフレーズもミサさんのベースラインもあーちゃんの複雑なドラムフレーズも全てものすごいテクニカルだと思いますし、もうお給仕で体験してくださいとしか言えない感じです。最後アウトロでフロアは思いっきりのちゃんとで答えて、サイちゃんのありがとうをもらって曲終わりです。曲終わりの大歓声と拍手の中、ミサさんがお立ち台に立ちます。ベイドラーセッションです。まずはミサさんのベースもあーちゃんのドラムもゆっくり始まる導入部分になります。この時小畑さんは後ろを向きますが、今更ですが後ろを向いた小畑さんのちっちゃいツインテールと真ん中の分け目が可愛いんですよね。それでだんだんとベースもドラムも激しくなっていって、まさにセッションという感じになります。この時昨日もでしたが、小畑さんがあーちゃんの方に向かって両手でドラムを叩くような真似をしているのが可愛かったです。なんか私がおかしいのか、小畑さんの腕ってシルエットが赤ちゃんの腕みたいに見えて可愛いんですよね。それでセッションは佳境というか、ミサさんのベースはスラップになり、あーちゃんのドラムフレーズは手数がめちゃくちゃ多くなって激しいセッションになります。この時小畑さんはその可愛い腕を振り上げてちゃんと煽ってきます。ともベイドラセッションなのに小畑さんのことばかり言ってしまってますが、このセッションの時の小畑さん見てると楽しいんですよね。それでベイドラセッションがクライマックスとなって、最後のミサさんのベースの音が鳴り響いてベイドラセッション終了となります。それに被せるように前に出てきた小畑さんのシャウトで6曲目となるトワエモアです。サイちゃんに煽られながらイントロでシンガロングしますが、やっぱりフロアからの声はめちゃくちゃ出てました。それで1メロに入りますが、目の前のミサさんのベースのフレーズがたまらなく味わい深いです。しかし変な意味ではなくて、このトワエモアを定番曲のように何度も球児で見て聴けるとは思わなかったというか、私的には大好きな曲なので、このツアーの瀬取りは私得です。それで1サビが終わって2メロに入りますが、ミントは A メロを変えてくるパターンと B メロを変えてくるパターンがありますが、この曲は B メロ変化パターンですね。こういうのが曲中でも飽きさせない要素なんだろうなと思います。それで2サビに入ってサビ終わりからはミンチョのギターソロです。ミンチョのギターソロってデイドリーミングとかブルーニングみたいな綺麗な感じのギターソロから、チューズミーとかプロテクトユーみたいなエモいソロとかありますが、この曲はブラックホールもそうですが、カオスで狂気を感じられるやつですね。この多様性というか、いろんなギターソロの顔を持ってるのもバンドメイドの特徴なのかなと思ってます。本当に往年のハードロックを進化させた形のように感じています。それで何といってもこの曲はラスサビのあーちゃんのフロアタムとバスドラのフレーズと、小畑さんのシャウトを含めたバッキングボーカルと、リサさんのベースラインもサイちゃんの歌い方もミンチョのリフも狂気を感じられて大好きなところです。冒頭の小畑さんのシャウトで始まり、最後も小畑さんのシャウトで締めるという構成も私的には大好物です。アウトロのシンガロングで曲終わりとなって大歓声と拍手が沸き起こる中、7曲目は前日と同じく 3P セッションなしでのシャンブルズです。ミンチョが聞き迫る感じで上手お立ち台でイントロのリフを書き鳴らします。ミサさんのベースとアーチャーのドラムが加わって、フロアからはそれを合図のようにちゃんとになります。それで1メロに入ってサイちゃんのボーカルと小畑さんの掛け合いみたいになるコーラスを堪能してサビに入ります。そういえばこの曲もかっこいい曲ですよね。
今回はミサさん側なのでミサさんを見てしまうのですが、サビの下がっていくベースのフレーズがかっこよかったです。間奏でのチャントから 2メロに入りますが、この曲は A メロを変化させるパターンですね。で B メロは同じなのですが、2サビの入り方がまた1メロと違うので新鮮です。こういうところが本当に大好きですね。それでリサビも手を振り上げて盛り上がって、あーちゃんのダンダンダンのドラムフレーズからミンチョのギターソロに入って、1メロから手拍子で盛り上げていって、サイちゃんのライカフィアスタイガーを堪能してラスサビです。この時だったかですが、ミサさんとあーちゃんが見つめ合って笑ってるのが見れました。なんか微笑ましいですし、余裕も感じられます。それでそのまま終わるのではなくて、人間版自採用が馬のところになって、でもサビと同じドゥイって終わるという構成もすごいです。最後のサイちゃんのハーは今回も盛り上がりすぎている会場の完成のタイミングがちょっと早くて被ってましたが、これは仕方なしですね。曲終わりで吹き鳴らしが終わって大歓声と拍手になります。ここでサイちゃんが真ん中の立ち台に立って、あーちゃんのハイハットが鳴らされて、サイちゃんの名古屋メドレー行こうかの叫びとともにシークレットマイリップスのイントロが流れてきてメドレー突入です。サイちゃんはお立ち台から思いっきり煽ってきますので、フロアはものすごいちゃんとになってました。改めてこの曲を聴くと A メロのバックの演奏がなかなかにカオスで、よくこれをバックにサイちゃん歌えるなとか思ってしまいます。それでフロアからの手拍子に乗ってリズミカルな感じになる B メロに突入します。もうバンドメイドの曲では珍しく手拍子セクションが長いんですよね。それでサビに入りますが、 B メロよりもサビの方が落ち着いた感じというか、これも珍しいパターンの曲だと思っています。でもこのメロディーにぴったりな味わい深い歌詞を寄せてくる小畑さんの才能も感じます。サビ終わりでブルーミングのイントロです。サイちゃんの声出せるよなーみたいなおたけびにフロアはちゃんとで答えます。今回はしっかり聞きまして、本来なら1メロに入るタイミングでミンチョのギターソロになるということを確認できました。ミンチョのギターソロは大好きなのですが、この時のあーちゃんのタンプフレーズとミサさんのベースラインもたまらなく好きです。それでオチメロを飛ばしてラッサビになって、サイちゃんのボーカルとあーちゃんの2ビートみたいなドラムに聴いて、サイちゃんのファーアウェイで始まる C メロとミンチョの2回目のギターソロになります。この構成も普通では考えられない素晴らしい構成だと思います。最後アウトロからのあーちゃんのドラムフィルの締めで大歓声です。そのままリンネの激しいあーちゃんのバスドラとミンチのリフとミサさんのベースと小本さんのリズムギターの刻みからイントロに入って、フロアから爆音のチャントが沸き起こります。この時が初めてだったのか記憶が曖昧ですが、お嬢様エリアの長い髪を振り乱しながらのヘドバンがものすごかったです。ヘドバンというか首を回す感じですね。歌舞伎の毛振りを高速でやってるような感じです。こんなのを見れたのは初めてで、見ているこっちもめちゃくちゃ盛り上がりました。なのでステージのメイドさんたちを見たいのですが、お嬢様エリアを見るのも楽しかったです。1サビだけやってアウトロになってサイちゃんのシャラップをみんなで叫んで曲終わりです。続けては一時系です。ミンチョのものすごいイントロのリフで始まって A メロに入ってサイちゃんが歌い始めます。この曲もかっこいい曲ですね。B メロの小畑さんのコーラスとあーちゃんのタムフレーズも味わい深くてお気に入りです。でもやっぱりなんといっても爆発するように入るサビの勢いと歌詞の響きが最高に好きです。あーちゃんのバスドラもバスドラのリズムではないくらいに弾む感じですし、リサさんのベースも歌ってる感じで本当に HGK のサビが最高です。サビ終わりで曲終わりとなって小畑さんが真剣な顔で独特な刻みのギターを弾き始めて、それに乗せるサイちゃんの英語の語りでブラックホールになります。ミンチョが狂ったようにギターを吹き鳴らす感じでイントロのリフを弾き始めます。あーちゃんの2ビートのドラムに合わせて、ここもお嬢様エリアのヘドバンがすごかったです。私も縦にですが一緒にヘドバンします。イントロ終わりで真ん中の立ち台に立つサイちゃんがサビを歌い始めます。小畑さんのコーラスも最高です。あーちゃんのドラムもミサさんのベースも裏を取る感じで心地いいんですよね。サビ終わりでワーニングの冒頭のメロディーが流れてきてステージの照明が落とされます。それであーちゃんのドラムからイントロに入るところは何度聴いても盛り上がりますし、最高にかっこいいところです。サイちゃんもお立ち台からおたけびを上げて煽ってきますので、フロアのちゃんともお嬢様エリアの盛り上がりもものすごかったです。それでサイちゃんが手拍子を煽りながら You can control me のサビ前のブリッジのところから始まりますので、当然フロアの手拍子も全力です。お嬢様エリアの手拍子はネイルが透けて綺麗でした。それでミンチョが上手のお立ち台でギターソロです。このギターソロはかっこいいやつですね。私的にはアローンのソロとかもかっこいいやつに分類してます。ソロ終わりで C メロに入ってサイちゃんのボーカルと小畑さんのコーラスを堪能して、ブレイクから小畑さんの Why don't you の叫びでラスサビに入ります。 Why don't you って言ってるのはオフィシャルスコアブックで確認しました。ここ大好きなんですよね。ラスサビのサイちゃんのボーカルと小畑さんの味わい深いコーラスも、あーちゃんのドラムフィルもミサさんのベースフレーズもミンチョのリフも素晴らしいです。サビ終わりでアウトロなしで曲終わりになります。
そこにファイファイファイの冒頭のコートさんのシャウトがフロアに響き渡ります。このシャウトは楽しそうなやつなんですよね。それでこのイントロのミサさんのベースのリズムが独特でいいですし、ワウを思いっきり聴かせたミンチョのリフも最高です。イントロ終わりでコートさんのルルルからサビなのか B メロなのかわからないサイちゃんの Maybe You Right のところになって、コートさんの Why 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 のシャウトから Tell Me Why Why のところに入ります。ここがサビなんですよね。それとも両方でサビなんでしょうかって思いながらコール&レスポンスもして、ここで曲終わりでした。ここで次のインフルエンサーにつなげる手拍子に入ります。サイちゃんのセカンドラウンド最終日みんな息合わせようぜの煽りに、もう会場は慣れてきたのか、一泊空けての手拍子の息も合ってきてました。こういうアレンジはサイちゃんが考えてるんでしょうかね。本当に私たちを楽しませてくれるための発想というか、情熱がすごく感じられます。それでサイちゃんのビバーでルックでミサさんのベースソロに入りますが、これも原曲にはない演出ですよね。それでミサさんのかっこいいベースソロに続けてミンチョのギターソロです。インフルエンサーの MV でこのギターソロに入るところ大好きです。それでソロ終わりの落ちメロからのあーちゃんのドラムキルも大好きなところです。私的にはタム回しや特にフロアタムを使ったフレーズとかトリプルとかが大好物なので、この曲のあーちゃんのドラムは私どこです。それでサイちゃんのサレンダーラーブを堪能して、鈴木コートさんのラーブを堪能してラスサビです。ここのミンチョのリフもミサさんのベースラインもあーちゃんのフロアタムも最高です。最後のジャンジャンジャンって原曲にはないかっこいい締めはコンフュージでしか味わえないやつです。そこにグローリーのイントロが始まります。ミンチョとミサさんとサイちゃんがお立ち台に立って煽ってきますので、ジャンプしながらの思いっきりのジャンプになります。この日は小畑さんも真ん中の立ち台に足をかけて笑顔で煽るようにギター弾いてました。それでイントロ終わりでラスサビに入って、フロアはサイちゃんに促されながら大音量のコール&レスポンスで答えます。もうこの曲はずっとジャンプですね。イントロからサビ、アウトロなのでずっとジャンプする感じになりますので、左側の壁から離れないようにジャンプします。それでアウトロになってサイちゃんがまた煽ってきて、フロアはジャンプしながらのチャントで盛り上がります。曲終わりで上がる歓声が一瞬静かになって、メドレー最後のショーゼムのスクリームをワクワクしながら待ちます。前で演奏していたミサさんが慌てて定位置に戻ったところに予告通りスポットライトが当たります。ホテルで枕を当てて練習したんでしょうか。ミサさんの完璧なスクリームがフロアに響きます。もう目の前のお嬢様エリアも大盛り上がりで大歓声が響き渡ります。本当に貴重なものを見て聞けました。それでイントロのシンガロングになります。ミサさんのスクリームを見届けたサイちゃんは、名古屋歌やもっとみたいに叫んでます。それでサビスタートになりますが、そういえば九州では小畑さんが上のパートを歌ったりしてましたが、今回はサイちゃんが上で小畑さんが下だったんでしょうか。確認するのを忘れてました。でもそんなことは関係なしに、サイちゃんと小畑さんのサビを満喫してソロパートになります。一人二役のミンチョミサさん、あーちゃんのソロを堪能してアウトロのシンガロングになります。最後はミサさんのかっこいいベースの締めで曲終わりとなって、吹き鳴らしの中サイちゃんの名古屋ありがとうで曲終わりです。貴重なミサさんのスクリームを見て聞けた感動もあって、大歓声と拍手が沸き起こります。ひょっとしてこのメドレーもこれで聞き納めなのかなとかちょっと感慨深くなりました。ここで2回目の MC となります。サイちゃんの盛り上がってるか名古屋楽しいかに大歓声で答えて、ありがとうございますで一旦落ち着きます。でもサイちゃんがどうだショーゼムどうでしたかって聞いてくるので、当然会場から大歓声になります。でサイちゃんが宣言通りミサちゃんがスクリーンをやってくれましたって叫んで、会場からはさらに大歓声となってミサコールが沸き起こります。で小畑さんがミサさんにどうだったっぽって聞いたら、ミサさんが喉が締まって最後がくるってなったみたいに言って、会場から歓声と笑いが起きます。でもサイちゃんが素敵だったよねって言って、フロアから同意の歓声と可愛いみたいな叫びが上がってました。でサイちゃんがうちのバンドは全員歌えるというのが分かりましたって嬉しそうに言って、会場から大歓声が上がります。でも確かにサイちゃん小畑さんは当然ですが、ミンチョもシンガーソングライターでしたし、ミサさんもギターボーカルでしたしね、あーちゃんは分かりませんが多分歌えそうな気がします。それでミサさんがいっぱいイメトレしたって小さい声で言って、また会場は笑いと歓声が起きます。ミンチョがミサちゃんのボーカル曲書こうかなとか言ってきて、フロアから期待の大歓声が上がるのですが、ミサさんは絶対ダメって感じで顔をプルプル振って本当に嫌そうにしてましたね。サイちゃんもこれは本当に嫌な時の反応だみたいに言ってましたので、実現しなさそうですが、もともとはボーカルやってたんだからありですよね。ぜひ聞いてみたいです。あーちゃんが言うにはミサさんは北海道の前から練習していたそうで、サイちゃんも小畑さんも北海道の前からみたいに驚いてましたが、
小本さんにやっとお披露目できたっぽねって言われて、ミサさんが照れ笑いみたいになってフロアから歓声と拍手が起きます。サイちゃんもセカンドラウンドファイナルにふさわしかったよねって本当に感心して言ってましたね。それでサイちゃんの皆さんも楽しんでいただけましたかに大歓声が返ってミサさんのスクリームの話は閉まりました。この MC を聞いている時に体を動かさずに立っているとそんなに暑いと感じなかったのですが、汗まみれのシャツの後ろから汗が滴り落ちて足にポトポト落ちてきます。それで靴まで汗で濡れるという感じになって、ここまで汗が出た経験は初めてでした。どんだけ汗出てるねんって感じでした。ちなみに今回もミンチョはアンプ前の椅子にちょこんって座っていて可愛かったです。それで小鳩さんがすごく激しくて楽しいお給仕ですっぽねみたいに言って、サイちゃんがそれを受けて名古屋が熱くするんだもんって言ってくれてフロアから大歓声が起こります。で、サイちゃんが昨日のお給仕後の X 見てくれましたか？示し合わせたわけじゃないのにみんな同じことポストしてたって言ってましたが、確かにみんな声がすごいみたいなポストをしていて、それを見ていた私も感じてましたね。で、サイちゃんが相思相愛だねって言って会場から笑いが起きます。続けてサイちゃんが前半ぶっ飛ばしてたけど大丈夫？みんな暑さにやられてないよね。でも今日はそんなに暑くなかったかみたいに言って、小鳩さんのここへ来ると暑くなるっぽーにサイちゃんがやったろぜーみたいに叫んでフロアから歓声が起きて、サイちゃんのバンドメイドの給仕に来るということはそういうことだよねーに熱くなりに来たフロアは同意の大歓声を上げます。それで暑すぎるフロアを見て小鳩さんが水分補給してくださいっぽねーとか、サイちゃんも今は皆さんはお休みする時間ですからねと気遣ってくれます。続けてサイちゃんが演奏してる時に集中する MC は別に聞かなくてもいい、半分くらいでいいみたいに言ってフロアは笑いに包まれます。小鳩さんも休憩時間だっぽーって言ってフロアは和やかな感じになります。それでサイちゃんが昨日も初めて帰宅してくれた方が多かったみたいな話をして、小鳩さんが今日初めてご帰宅したご主人様お嬢様はみたいに聞いてきて、やっぱり結構手が上がって結構いるっぽーありがとうございますっぽーって嬉しそうにしてました。でも明らかな一面が前の方で手を挙げていたようで、サイちゃんが嘘ついてる人がいますって指摘して笑いが起きます。確かこの時くらいに緊張から解放されたミサさんは後ろで美味しそうにビール飲んでましたね。で、サイちゃんが昨日も来た人みたいに聞いてきたので、私を含むかなりの人数の手が上がったので、小鳩さんがすごいっぽ頑張ってチケット取ってくれてありがとうっぽとか、サイちゃんも愛が深いんだねとか言ってくれてました。さらに小鳩さんが名古屋 2days だっぽ東京じゃないっぽって感激して言ってきて、サイちゃんも本当にありがとうって言ってくれて大歓声となります。さらにサイちゃんが私たちが演奏してるわけだけども皆さんの力もあってお給仕が完成してる、みんなすごいねって言ってくれて、またまた大歓声と拍手になります。それで小鳩さんがセカンドラウンドやり始めてからみんな体力ついたんじゃないぽーって言ってきたので、本当にそうなので私もフロアからもついたーって声を上げたら、サイちゃんからどえらいバンド好きになったんだねって言われて笑いが起こります。で、小鳩さんが初めて来た方も演奏と MC のギャップもバンドメイドの良さだと思ってくださいぽーってフォローも忘れずに言ってました。それでサイちゃんも振り幅がすごいんですけれども何度も来たら慣れるみたいに言って笑いが起こります。続けてサイちゃんが私たちも日々変わってきてるみたいに言ったら、小鳩さんがサイちゃんも喋るようになりましたっぽーとか、最近特に佐伯さんってあんなに喋られるようになったんですねって言われるっぽねみたいに言って、それをサイちゃんが受けてそうなの本当はおしゃべりさんなのって言ってフロアからまた笑いと歓声が起きてました。それで MC の話になってサイちゃんが言い方として良くないかもしれないけどって言ってきて、喋りたくなかったのって言い切ってフロアは爆笑になります。確かに昔の MC とか見てたらそんな感じでしたよね。小鳩さんも全く包み隠してないっぽねとか言って、サイちゃんもみんなには正直でいたいからみたいに言ってましたが、その理由も言ってくれて歌に一生懸命だったからということでした。ストイックだったんだと思っておきましょう。小鳩さんも話を振っても無視されたっぽねって暴露してきて、サイちゃんが聞こえないふりだよって全然言い訳にならないことを言って小鳩さんに一緒っぽーって突っ込まれてました。で、小鳩さんが今は止めないと喋り続けるっぽねって言ってフロアから歓声と笑いと拍手が起きてました。それで何の話しようかみたいになって会場から声が上がって、サイちゃんが阪神とか言い出したので、小鳩さんは何時間あっても足りなくなるっぽーって突っ込んで、グッズの話をぜひしてほしいっぽーと話を進めます。多分天の声が入ったんでしょうね。確かこの時にあーちゃんとミサさんがスタッフさんとなんか笑いながら話してましたので、あまりの脱線ぶりに呆れてたんでしょうか。
それでさえちゃんがフロアに向かって、グッズたくさんあるんですけど見ていただけてますかみたいに言ってきて、フロアからは当然同意の歓声が起きます。さえちゃんは上機嫌で、そういうところも優秀ですね、お利口さんとか褒めてくれてました。続けてさえちゃんが、たくさん出してるのでどの T シャツか名前で指定するのが難しいから番号をつけてる、そういうところも改善してるみたいなことを言って笑いが起こります。でさえちゃんは、勘違いしないでほしいんだけど、私たちは別にアパレルウェアをやってるわけじゃないよっていつものギャグをかましてくれますが、絶対新作を出すスピードはアパレル屋に負けてないと思います。私のバンドメイド専用クローゼットはすごいことになっています。でさえちゃんは、皆さん T シャツだけじゃなくていろんなものが欲しいと思うからあんなことになっちゃってんの、だからまあ見といてねでグッズの話を締めてました。それでツアーの話になって、ファイナルラウンドは抽選受付中ということを紹介してくれて、さえちゃんが残り3公演チッタはソールドアウトしたけどナンバー8とツアーファイナルの東京ガーデンシアターソールドアウトしたいなって言って会場から歓声が起きます。本当にそうなったら最高なんですけどね。それでフロアからご当地アイテムはみたいな声が上がって、さえちゃんがすごいみんな教えてくれるわとか言って、小本さんは優しい子ねとか言うのですが、さえちゃんは助手だ助手、メイドの助手みたいに言ってきて、小本さんがご主人様じゃなくなったっぽって突っ込んでましたね。助手で全然問題ないですし、拾ってもらえたら光栄ですよね。フロアの助手からも頑張りますって声が上がって、さえちゃんは頑張ってくださいとか言ってました。それでご当地 BB シャツの色の話になって、さえちゃんが昨日と同じ球団の色だねってもう正解みたいなことを言ってきます。小本さんが言ってもらったらいいんじゃないですかぽーみたいに言うのですが、さえちゃんは全然言えるよみたいに言って、素敵なドラゴンズって仕方なしみたいな感じで言ったら、フロアから心がこもってないよって声が上がって、すかさずさえちゃんからうるせえなって怒られてました。さえちゃんはたまにこういうの入れてきてくれるので楽しいです。小本さんも叫んだご主人様に向かって、なんでそういうこと言うぽー、やめなさいぽー、さえちゃんが喋りたくないってなったらどうするんだぽーって叱ってきます。さえちゃんは笑いながら、いいんですよお気遣いなくとか言ってましたね。あとさえちゃんは全部の球団好きなんだけど特に虎が好きなだけみたいなことも言ってたと思います。それで色の話になって、さえちゃんが昨日のはちょい昔のドラゴンズのユニフォームの色ということを説明してくれますが、小本さんが昨日はなかなか答えが出なくてナスとか言われたけどポネーとか言ってきます。さえちゃんがフロアの様子を見て、あれやりたかったとか聞いてきて、小本さんも今からやるっぽみたいに言ってましたが、まあ言っちゃったので今回はなしですね。それでさえちゃんが今日のは今のドラゴンズブルーですが、どちらも買った方はすごくドラゴンズが好きなんだなということですねみたいに他人事みたいに言って笑いが起きてました。私はドラゴンズが好きなわけではないですけど、当然2枚とも買いましたけどね。それでくじの話になって、さえちゃんが外れなしのくじですみたいな説明をしてくれている時に、小本さんが小鳩も引きたいっぽずっと思ってたっぽって言ってきて、さえちゃんに引けばとか言われてました。で小畑さんがあーちゃんも弾きたいって言ってたっぽねってあーちゃんに振ったら、あーちゃんも弾きたいって言ってきて、フロアから笑いと歓声が起きます。小畑さんがあーちゃん昨日の打ち上げで弾きたいって言ってたっぽみたいに言ったら、あーちゃんが悲しそうに忘れてたって言ったので、さえちゃんが忘れてたんならそうでもないんじゃねとか突っ込んでましたね。でさえちゃんはいつかメンバーがくじ引いてるところ見れるかもしれないですねとか言ってましたが、そんなことになったら大騒ぎですけどね。それであーちゃんがトレーディングカードコンプしたいって言ってきて、小畑さんがフロアにコンプした人っているっぽーって聞いてきて、たくさん手が上がっていっぱいいるすごいみたいになってました。まあ私もコンプのレベルを超えてますしね。でさえちゃんが交換とかしたのみたいに聞いてきたり、自力でコンプした人みたいに聞いてきたりしてました。私も自力のところで手を挙げておきました。それでグッズの話はしまって、さえちゃんがではセカンドラウンド最終日何が見れるんだろうって言ってきて、フロアからおーみたいな声が上がります。小畑さんはとぼけて誰かを探すふりをするのですが、さえちゃんにお前だよ特殊な時間をやるのはお前しかいないだろうって突っ込まれるミニコントみたいなのをやって、さえちゃんの何が見れるんだろう行け小畑の掛け声で小畑さんが小畑のおまじないタイムって叫んで、フロアから歓声が上がっておまじないタイム突入です。最近このあたりもさえちゃん楽しんでるというか楽しませてくれます。それで小畑さんがセカンドラウンド最終日ということで、いつもより気合の入ったおまじないがご主人様お嬢様から飛んでくると聞いておりますぽーみたいに煽りなのかよくわからない感じのことを言って、萌え萌えキュンキュンが始まります。やっぱりフロアの声はめちゃくちゃ出てたので、小畑さんもちょっと驚いてました。それで萌え萌えキュンキュンの後は名古屋とか
天むすとか串カツとかやります。続けてヤバトンとかきしめんとかやりますが、昨日もやったようにフロアのご主人様お嬢様に声を上げてもらって、それを拾いながらやっていくスタイルになってました。それで会場から一斉にいろんな名古屋名物を叫ぶ感じのカオスな声を見事に拾いながら、ひつまぶしとか味噌カツとか続けます。フロアからの声はさらにカオスになりますが、小畑さんは好みの言葉を拾ってピヨリーンとかウイローとかやって、最後の締めみたいな感じで味噌煮込みうどんって叫んで、なぜか歓声が上がって、最後の最後名古屋城って食べ物ではないのもやって、小畑さんは満足したようで、このシステムを今回のツアーから取り入れさせてもらってますぽーみたいに言って笑いが起きます。このシステム小畑さん気に入ったようなので、他の会場でもやってくるかもです。次回は大阪なので準備しておかなければと思いました。それでバーンメイとかダイヤモンドホールとかセカンドラウンドとかやってフロア返すのですが、ありがとうポーって言ってきたので、ありがとうポーって返すのはちょっと面白かったです。それでバーンにバーンって返して、メイにメイって返すやつをやって、世界に世界って返して、制服に制服って返す新しいやつもやります。それで最後っていう感じで、まずは短めにバーンでバーンって返して、次は長い感じのメイにメイって返します。なんか気を良くしたのか小畑さんはさらにバーンにバーンって返すやつをやって、最後小畑さんがメイって手をぐるぐる回しながら煽ってくるので、一緒にメイってやるのですが、それがずっと続く感じになって、最後小畑さんが指揮者みたいに手を振って止めたのが可愛かったです。めちゃくちゃ長いメイでした。それでズキュンバキュンドキュンで、右手は上左手は下に顔を丸く囲む感じのポーズでドアラってやって笑いと歓声が起こります。それでそのまま続けて萌え萌えキューンでセカンドラウンド最後となるおまじないタイムは終わって後半戦に突入します。ということで MC 明けの18曲目はブライテストスターの拡張イントロです。もう小畑さんも完全に慣れてきて余裕でギター弾いてるように思います。しかしこの拡張イントロもこれで最後かなとか思いながら感慨深く見てきました。それで通常のイントロに入ってフロアからちゃんとの声が響き渡ります。1ネロに入って小畑さんが歌い出しますが、 UEP に小畑曲はあるんだろうかとか、熊本の小畑スペシャルでさえちゃんが匂わせたビューティー&ザ・ビーストはひょっとしてどこかでやってくれるんだろうかとか、妄想みたいなことも考えながらブライテストスターを楽しみます。何度も言ってしまってますが、小畑曲のバックの演奏は本当に好きですね。任長を筆頭にリサさんもあーちゃんもめちゃくちゃ楽しんでるというか、小畑さんが明るくて可愛い声だからか、演奏のエッジの効かせ方がすごいように感じます。サビでのジャンプもやっぱり前方にいるとカオスな感じになって楽しいです。そういえば熊本での小畑スペシャルを味わわせてもらって改めて思ったのですが、小畑曲って絶対落ちサビがあって、しかもそれがすごくいい感じになってるって共通点があるんですよね。当然ブライテストスターの落ちサビも大好きですし、手拍子で盛り上がれます。落ちサビからラスサビへ盛り上がる展開の仕方も共通点で、曲終わりに向けて最高に盛り上がっていきます。最後の小畑さんのボーカルの時のあーちゃんのドラムフレーズにしびれて曲終わりになります。フロアからは大歓声と拍手が沸き起こります。ここで固唾を飲む感じで小畑さんを見守る感じになって19曲目となる From Now On の拡張イントロです。昨日ミンチョに明日はミスらないでって言われた小畑さんは緊張した面持ちでしたが、今回は小畑さんのソロから始まるところバッチリ決めてくれてました。エフェクターボードのスイッチをちゃんと踏んでたんだと思います。ミンチョが満足そうな顔で小畑さんを見ていたような気がします。こういう拡張イントロとかってお給仕に帰宅したもののみの特権というか、通常の音源では味わえない本当に得した気分というか嬉しい気持ちになるんですが、こうやってレポートを作っている私的にはそのメロディーを伝えられないのがもどかしい感じがします。それで本編のめちゃくちゃかっこいい From Now On が始まります。小畑さんのギターを弾く姿がかっこいいです。当然任長もミサさんもあっちゃんもですが、しかし確かにフェスとかオープニングアクトとかゲストとかでこの曲やったら絶対ビビりますよね。見た目の可愛いビジュアルとのギャップがすごいですからね。特に MC の時のミンチョのふわふわした感じからは想像できない男前さですから、このギャップにやられてしまう人も多いと思います。私もですが。それであーちゃん、ミンチョ、ミサさんに次々とスポットライトが当たってソロ的なフレーズをやってくれて、小畑さんが真ん中のお立ち台に立って、最後は3人がお立ち台でギターを弾いてくれる感じになって、後ろではあーちゃんが笑顔で叩いてるとは思えない強烈なドラムフレーズを披露してくれて、最後はどんどん上り詰めていくような感じで曲終わりとなります。この From Now On はインスト曲の一つの完成形のように思います。大歓声が上がる中、20曲目となる Don't You Tell Me のイントロが始まります。
イントロの前半部分をあーちゃんのハイハットで締めて、後半部分に移ってサイちゃんが煽りながらステージに戻ってきて、フロアは全力のチャントで答えます。それで1メロに入ってインターバルを取ってパワー全開となったサイちゃんのボーカルを堪能して、1メロはサビ前のブリッジになっているドーン中低のところをシンガロングして、サビに入っておーのコール&レスポンスでドンチューテルミンの世界に浸ります。サビ中のアーチャーのドラムフィルが気持ちよく好きですね。それで2メロに入って私的に大好きな歌詞を堪能して、ブリッジなしでサビに入ってまたコール&レスポンスで盛り上がります。2サビ終わりでミンチとミサさんのソロバトル開始です。これはエモいタイプのやつですね。間に入るアーチャーのドラムもエモいやつです。ソロバトル中、小畑さんはやっぱりあーちゃんと向き合って楽しそうにしてますし、バトル後半ではピックを持つ手を高く上げて煽ってきます。小畑さんに煽られながらソロバトル後半の激しくなるところは歓声を上げながら盛り上がって、サイちゃんのドン中低でシンガロングしてブレイクを挟んでラスサビに入ります。ラスサビも思いっきりコール&レスポンスして、あーちゃんのかっこいいドラムキルでブレイクして C メロに入ります。しかしこの歌詞も何気にすごいなと思ってしまいます。意味も深い感じがしますし、呼吸時とかでも盛り上がれるようにもなっているというか、本当に久保田さんも天才だと思います。それで最後のドン中低のところになって、サイちゃんと久保田さんと一緒にシンガロングして曲終わりです。これステージとフロアの一体感があって好きなところです。続く21曲目はヘイトです。イントロでサイちゃんは当然煽ってきますが、久保田さんも歌詞台に足をかけてギターを弾きながら笑顔で煽ってきますので、フロアは全力のチャントで答えます。しかしこのヘイトって完全にオフュージとかスでの定番曲になりましたよね。EP のアンリッシュの中でもタイトルナンバーのアンリッシュと同じくらいの回数でストーリーに入ってくる曲になってます。確かにオフュージとかスでめちゃくちゃ盛り上がる曲ですし、映える曲ですし、私的にも大好きな曲なので納得です。サイちゃんが本格的に歌詞を書いた曲の初めての曲とは思えないくらいメロディーにぴったりハマってますし、遊び心みたいな余裕も感じられます。メロディアスで重厚な音で構成されているギターの音もすごいですし、ミサさんのベースラインもめちゃくちゃ動きますし、アーチャーのドラムも素晴らしいです。2メロの手拍子を楽しんで、2サビも思いっきり盛り上がって2サビ終わりでソロパートです。インフルエンサーもそうですが、ミサさんのベースソロから認知のギターソロにつなげるパターンのやつですね。しかしこれだけベースが目立つバンドってなかなかないような気がします。ソロだけじゃなくて、私的にはミサさんのベースラインがバンドメイドっぽさというと軽く聞こえてしまいますが、他のバンドにはないメロディーの特徴になっているような気がしています。このミサさんはあーちゃんの方を見て笑い合ってた場面もありました。メモに書いてました。それで C メロからラスサビになって、最後の I hate you をみんなで歌うところはサイちゃんが真ん中の立ち台から煽ってきますので、本当に大合唱みたいになってました。ライフはやっぱりすごいと思いました。それで最後はあーちゃんのかっこいいドラムの締めで曲終わりとなって、吹き鳴らしで大歓声となります。次は22曲目となるチューズミーの拡張イントロです。リンチとミサさんはお立ち台の前まで出てきてギターとベースを弾いてくれてました。この拡張イントロを見て聴けるのも一旦今日で最後になるかもとか思いながら、味わい深いリンチのソロみたいなギターフレーズと音に厚みを加えている小畑さんのリズムギターと、シンプルな感じだけどチューズミーだとわかるリズム体のベースコードとリズムを堪能します。それでサビから始まるサイちゃんのボーカルに手拍子で答えて盛り上がってイントロになります。この曲もデイドリーミングみたいにサビ始まりのイントロありパターンの曲ですね。2メロに入るとミンチョが下手に来てくれます。ミンチョって本当に楽しそうな表情でギター弾いてくれるので、見て聴いているこっちも楽しい感じになります。それで2サビでお立ち台を降りたミンチョが小畑さんとお互いニコニコしながら見つめ合う感じでギターを弾いて、サビ終わりで真ん中のお立ち台に立ってギターソロになります。これはエモいやつです。っていうか、ミンチョのソロって単音弾きとコード弾きを混ぜてくるので、これもバンドメイドらしいところだといつも思いますし、大好きなところです。でもそのエモいギターソロを弾いている後ろで、あーちゃんのところにサイちゃん、ミサさん、小畑さんが集まってほのぼのタイムになります。多分その後だったと思うのですが、あーちゃんはドラムの横から撮ってるカメラに向かって何度も変顔を撮らせてましたね。よくそんなことをしながら正確なリズムを刻めると感心してしまいました。それでソロ終わりでオフメロになって手拍子になりますが、このミンチョのリフとミサさんのベースが味わい深いです。それでラスサビになって思いっきり手を振り上げて盛り上がって、ポストコーラスっていうんですかね、を味わって、最後サイちゃんの迷わずチューズミーで曲終わりとなりますが、この終わり方もかっこいいやつですね。曲終わりでサイちゃんのありがとうももらいました。ここで最後の MC になります。サイちゃんの盛り上がってるな名古屋で始まりました。続けてサイちゃんの昨日に引き続きマジですげえなにすげえ大歓声で答えます。
するとなぜかさえちゃんがめちゃくちゃ笑顔でグーにした手をフロアの方に向かって突き上げておーって叫んできます。当然それに応える形でフロアも拳を突き上げておーみたいに反応するので、さえちゃんは面白がって何度もやります。多分5回以上やってさえちゃんが思いっきり楽しそうに笑って一旦終わりますが、小鳩さんは名古屋どうしたっぽーって驚いてました。で小鳩さんがこんな激しいセットリストだと普通歓声は落ちるっぽ、それは仕方ないことっぽね、でもどんどん上がってるっぽみたいに言ってフロアから満足げな歓声と笑いが起きます。でさえちゃんが限界突破中とか言って歓声が上がって、小鳩さんも声が死んでもいいと思ってるっぽとか言って歓声が上がるみたいになったので、小鳩さんが明日休みだからって気にしない人が多いんじゃないっぽみたいに言ってました。まあ休みだろうが仕事だろうが一緒なんですけどね。でまたさえちゃんがグーのやつをやって会場から歓声が上がり続けるので、さえちゃんは面白い、みんなが従ってくれるみたいに言いながらやり続けます。小鳩さんが一生やっちゃうからダメっぽみたいになんとか止めます。で改めて小鳩さんがおまじないタイムの時もどこまで伸びるかなと思ってやったらすごかったっぽ、ずっと続くかと思ったっぽって言ってくれて、さえちゃんもすごかったよね、みんなボーカリストなのとかボケてきます。でロッカーなんだねとか言ってくれて、さらに会場は大歓声となります。さえちゃんも小鳩さんもニッコニコだったので、小鳩さんがさえちゃんも笑顔が止まらないっぽねって言ってましたね。それでさえちゃんが話すよとか言ってきて、小鳩さんが深呼吸でもしましょうかっぽって落ち着かせようとしたら、さえちゃんが休憩の時間だったね、ごめんごめんとか言ってフロアから笑いが起きます。休憩時間なので小鳩さんはお立ち台に座ってましたね。それでさえちゃんが落ち着いて話す感じになって、セカンドラウンドは今日で終わってファイナルラウンドまでちょっと開くなとか思ってませんって確かに気になってたことを言ってきてくれます。で、さえちゃんが皆さんにお伝えしたいことがあるって言ってきて、フロアは期待いっぱいになってさえちゃんの次の言葉を待つ感じになります。で、あまりにも期待感いっぱいみたいになってたので、全然ニュースとかじゃないので期待感は下げてねみたいに言ってきて、ファイナルラウンドまでの修行の期間に入らせていただきますって言ってきます。続けてさえちゃんがもっと成長して進化した姿を見せたいって説明してくれるのですが、もうどこまでストイックなんだろうと関心を通り越してあっけに取られる感じになってしまいました。修行が何を意味するのかはよくわかりませんが、お休みでも全然いいと思うんですけどね。ツアー始めてアニメタイアップもあって、新曲作って EP 制作してフェスにも出てって、本当にストイックというか奉仕の精神がすごすぎます。で、さえちゃんがですからファイナルラウンドでまたお会いしましょうよって言ってきて、なんか胸が熱くなりました。ミンチョが佐伯先生が9月のリハーサル日程入れてきてるって言ってきて、さえちゃんがみんな携帯見てって言ってフロアから笑いが起きてましたが、本当に全然休んだり止まったりしないんですね。すごすぎます。それでさえちゃんはということで修行しますんで、皆さんも私たちの音楽を聴いて日々頑張りなさいみたいに冗談も言ってくれて、会場は歓声に包まれます。それで小鳩さんが修行の一つに制作もありましてみたいに EP の話に持っていって、さえちゃんが多分間に合うみたいに嬉しそうに言ってました。で、さえちゃんがそれで曲はリリース済みの3曲も当然入るけど EP で聴くとまた違った魅力を感じたり、改めて聞くとこいつらこんなこともしてたんだ、変態だなとかって思えるじゃんみたいに言って、またフロアから笑いが起こります。それでさえちゃんが期待してろ、かっこいいからね、お楽しみにみたいに言った時に、会場からいっぱいはーいって返事が返ってきて、いいお返事ですねとか、小畑さんも声出すのが楽しくなってる人がいるっぽーみたいなことを言ってくれてました。さえちゃんは今日みんな調子いいんだなとか、喉開いてるねとか言ってくれて、また会場から笑いと歓声が起きてました。最後に小畑さんがファイナルラウンドもやってきますんで、修行した私たちを皆様にお届けしますっぽーみたいに言ってきて、さらに大歓声が上がってこの話題は閉まりました。それでさえちゃんが昨日峠暗記の5話だったけどリアタイできなかったみたいに悲しそうに言って、小畑さんに打ち上げしてたからっぽーって突っ込まれます。すると後ろであーちゃんが悲しそうに何か言ったので、さえちゃんが誰だっけあーちゃんの推しって聞いたら、あーちゃんが今日やです、ちなみに昨日出てましたって会場に聞いてきて、会場から出てましたって答えを聞いて、手を顔の横にやってあーみたいになってたので、さえちゃんに本気の反応やだとか言われて、さらになんかアニオタ根性がすごく出てる、悶絶すんな、その手もなんかやだとかめちゃくちゃ言われてました。それで前に出てきたあーちゃんに小畑さんがセカンドラウンドの最後だけどなんか喋れなくて一歩って言われて、あーちゃんはオタクモードになっちゃったって言ってフローから笑いが起きます。
で、さえちゃんに話すのやめとくみたいに言われて、あーちゃんは地声で喋るって言ってお立ち台に乗ってきます。で、さえちゃんがあーちゃんによろしくお願いしますみたいに言った時に、フロアから7の段ってトリッキーな声が上がって、メイドさんたちもフロアも笑いに包まれて、さえちゃんが7の段とか言うなって叱りつつ、あーちゃんがここが苦手なのを説明してくれます。で、さえちゃんが、あかねの特徴の一つに掛け算が苦手っていうのがありますみたいにうまいこと言ってくれて、もう一つの特徴で速さでごまかそうとするみたいに言って、小鳩さんも5の段とか速いぽーみたいに言ってました。で、さえちゃんが7の段は控えさせていただきますって言って、あーちゃんがお立ち台で地声で5の段をものすごい速さで言ってきます。速すぎて合ってるかどうか全然わからなかったのですが、あーちゃんが満足そうな顔をしてましたので、とりあえずフロアからは大歓声が上がってました。さえちゃんに満足でしたかって言われて、あーちゃんは満足です、ありがとうございましたって答えて、またフロアは大歓声になります。で、あーちゃんがもう一つ言いたいことがあるということで、セカンドラウンドで私は何かが変わりました。何でしょうかみたいに言ってきます。フロアからは体重って声が上がって、さえちゃんがみんなよく知ってるねとか、小鳩さんも早っとか驚いてましたね。それで小鳩さんがそのくだりを知らない人のために、あーちゃんはステージが空くといっぱい食べるから太っちゃうんだっぽーって教えてくれます。で、さえちゃんが何キロ太ったんだっけみたいにあーちゃんに聞いたときに、フロアからすかさず4キロって声が上がって、めっちゃ覚えてるじゃんって笑ってましたね。で、お給仕があるとまた体重が減って戻るということと、今回セカンドラウンドが終わるのでまた太るんじゃないかみたいな話をしているときに、あーちゃんがもう一つ変わったの気づかないかみたいに言ってきます。小鳩さんは何みたいになってましたが、さえちゃんは私は気づいてるよみたいに言ってたときに、フロアから髪型とか髪切ったみたいな声が上がって、さえちゃんが君モテるみたいにフロアに行ってきて笑いが起きます。で、あーちゃんがさえちゃんにしか気づかれませんでしたって残念そうに言うのですが、ミサさんは気づいてたと言ってましたね。それでなぜかさえちゃんがボブになって外羽に戻りましたみたいに言って、会場は笑いと歓声に包まれてました。ミンチョは気づかなくてごめんねとか言ってましたね。そういえば熊本のお給仕でミンチョはメンバーが髪切っても気づかないとか言ってましたもんね。実は私もあーちゃんの髪型が変わっていることは気づいたので言いたかったのですが、声出せずで残念でした。それで次に行く感じで小鳩さんが、ミサちゃん準備してっぽーみたいにミサさんに言ったら、ミサさんがビールをよしよしって赤ちゃんみたいに抱いてお立ち台に立ちます。それで小鳩さんが、この時間はミサちゃんの口開封の儀ということで、ビールを開けた音をミサちゃんが口真似するということをやってますっぽーみたいに説明してる横で、ミサさんが練習する感じになってたので、小鳩さんがもう練習してますっぽーみたいに突っ込んでフロアから笑いが起きます。それで小鳩さんは続けて、ファーストラウンドは口真似対決をやって、セカンドラウンドはミサちゃんの成長を見せるということで、今日はその集大成となりますっぽーみたいにうまいことを説明してました。でも今回も他の3人は後ろで遊んでましたね。それでミサさんが、今日は朝起きてベッドで横になってるまま練習しましたって言ってきて、小鳩さんから本気っぽねとか言われて、フロアから笑いが起きてました。で、小鳩さんが、まずは開封の音から行きましょう、ポーって言って、ミサさんが、これが肝心なんだよね、とか言いながらプルトップを開けます。今回はなかなかうまく開けれていい音が出て、フロアから歓声と拍手が起きてました。なので、小鳩さんも、今日はいけそうっぽね、とか言いながら、いつも通り会場と一緒に、口開封の儀まで、3、2、1のカウントダウンをして、ミサさんが練習した口真似をするのですが、つっくってなんかまた微妙な感じになってしまったので、小鳩さんはなかったことにして、また口開封の儀まで3、2、1のカウントダウンをやり直します。それでミサさんがつっかみたいにあんまり変わらない感じの口真似になったので、小鳩さんが泣きのもう一回いいですかポーみたいにフロアに行ってきて笑いが起きます。でももういい乾杯するみたいにミサさんに言って、ミサさんも受け入れていつもの真面目な感じでいつもありがとうございますって言ってきて、フロアは歓声と笑いに包まれます。ミンチョがめちゃくちゃ受けてましたね。それでミサさんが続けて、セカンドラウンド最終日とっても楽しいです、ありがとうございますみたいに言って、フロアから大歓声が上がって、ミサさんが乾杯ってビールを掲げて、フロアもペットボトルとかを掲げて乾杯って返して、無事最後の口開封の儀は終わりました。で、小鳩さんが、ミサちゃんの口開封の儀も終わりましたので、そろそろ私たちの業務に戻りたいと思います。ポホって、昨日の授業と違うボケを入れてきます。それでサイちゃんに、本職とか言われて、小鳩さんが、本職の方に戻りたいと思いますっぽ。休憩時間は終わりですっぽって返して、サイちゃんの、皆さん、ここから切り替えていきましょうにフロアは大歓声で答えます。
それで切り替わったさえちゃんの最終日です、名古屋出し切れるかーの叫びにフロアから全力の歓声を返してセカンドラウンド最後のラストスパートに入ります。ラストスパート初っ端となる23曲目は What is Justice ですね。もう本当にラストスパートという感じです。ミンチョの激しくかっこいいイントロのリフで始まります。元気いっぱいになったお嬢様エリアのヘドバンもものすごかったです。この曲を初めて豊洲ピットで聴いた時はあっという間に終わってしまった感じがしたのですが、音源も MV も出してくれてお給仕でも毎回やってくれるので、演奏も歌詞も書き込まれて今はじっくりとこの最高にかっこいい曲を味わえます。ここまでのレポートでかっこいいっていっぱい言ってきたように思いますが、この瀬取りはかっこいい曲のオンパレードの瀬取りだということなんだと改めて思いました。この曲は A メロ、B メロ、サビ、間奏、A メロ、B メロ、サビ、C メロ、ギターソロ、ラスサビ、ポストコーラス、アウトロとまずシンプルな構成なのでめちゃくちゃ乗りやすいというか気持ちよくハードロックを感じられる曲だと思います。でもミサさんの独特なベースラインやあーちゃんのバスドラの入れ方とかドラムフィルとか委員長の複雑なリフや小畑さんのコーラスやサイちゃんの歌い方とか微妙に1メロと2メロで変化させるところとか随所にめちゃくちゃバンドメイドらしいところが入ってる曲でもあると思います。そんなことも考えながら十分に休憩を取ったフロアのご主人様お嬢様と一緒に全力のチャントと手拍子とヘドバンで盛り上がります。2サビ終わりのサイちゃんの味わい深い歌い方の C メロを堪能し、ミンチョのギターソロになります。ものすごい歓声が上がってましたし、続けてのラッサビの盛り上がり方もすごかったです。しかしこのものすごい演奏技術と歌唱技術を感じられる曲を見て聴いていると、この上さらに修行したりしたらどうなってしまうんだろうとか思いながら、ラッサビでの激しいあーちゃんのドラムとかミンチョのリフとかミサさんのベースラインを堪能しました。最後のサイちゃんのシャウトというかロングトーンの時の小畑さんの綺麗なコーラスもいいんですよね。それで最後のめちゃくちゃかっこいいアウトロのミンチョのリフで全力のチャントになって曲終わりになります。いや、やっぱりかっこいいです。この曲は最高です。続く24曲目はなんとプレイでした。Day1 から変えてきました。言うにしてもそうですけど、プレイもフロアのご主人様お嬢様は盛り上がること間違いない曲です。突然だったのでイントロで小畑さんがくるって回るのをやってくれたかどうか確認できませんでした。残念。イントロでサイちゃんが笑顔で手を回しながら煽ってきますので、フロアのチャントもものすごい声が出てました。球児でプレイが始まった時の高揚感はすごいです。それで1メロに入ってサイちゃんが歌い出しますが、その時のバックのアーチャードラムフルが気持ちいいです。でもやっぱりところどころに入れられるシンガロングやコール&レスポンスが楽しくて、それと言っていいのか、サイちゃんが思いっきり煽られてのイエイ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 ウォーウォーウォーのコール&レスポンスで盛り上がりは最高潮になります。いつの間にかサイちゃんは目の前の下手の歌詞台で歌ってくれていますので、私的にはさらに盛り上がります。このプレイの歌詞の英語のところは Raise your voice とか Shake your body とか煽りの歌詞が入っているところもお給仕で盛り上がるプレイらしくていいです。中でもラッサビ前のところのサイちゃんの Shake your body に続けて小畑さんがハンズアップと叫ぶところが最高に好きなところです。それでラッサビもコール&レスポンスを楽しんで、それに続くところはポストコーラスっていうんですかね。この構成も単純ではないバンドメイドらしいところだと思いますし、最後はサビ終わりと同じ構成を持ってくるものの歌詞を変えてドーストファイターで締めるところの小畑さんのセンスも感じてしまいます。最後はミンチョの味わい深いギターフレーズに乗せてのアウトロでちゃんとして曲終わりで大歓声となります。サイちゃんのありがとうももらいました。続く25曲目はノーゴッドです。サイちゃんのさあ名古屋行こうかみたいなおたけびでスタートします。イントロでサイちゃんに煽られながらジャンプしますが、左側が壁なので位置がずれないようにジャンプできます。それで1メロに入ってルールルーの時にお嬢様エリアから上がる手が綺麗な感じでちょっと感動しました。B メロに入って大好きなアーチャーのタムフレーズを堪能して、サビ前の小畑さんの1、2、3、4、How we long で気持ちよくサビに入ります。サビで思いっきりジャンプしますが、もうシャツから足に汗が落ちてきます。サビ終わりで感想になって、サイちゃんはやっぱりジャンプジャンプって煽ったり、おたけびを開けたりしてくるので、ジャンプとちゃんともさらに激しくなります。ミンチョが下手に来てくれて、その横に小畑さんがいて一緒にふざけるような感じで楽しそうにギター弾いてるのを目の前に見れて癒されました。それで2サビに入ってまたジャンプしますが、このノーゴッドってジャンプしたりシンガロングしたりコール&レスポンスしたりとお給仕での楽しみが詰まっているような曲だと感じます。それでなのかどうか分かりませんが、私がお給仕の悟りを記録し始めた2022年8月の US プレイお給仕のナンバー8以降で未だに一番悟りに入ってきている曲です。サビ終わりでソロパートになってミンチョのソロからミサさんのベースソロになりますが、フロア全体はもちろんですが、特にお嬢様エリアの完成と手拍子がすごかったです。
ソロパート終わりからの落ちメロでちょっと落ち着いて、ラスサビに向けてのあーちゃんの味わい深いタウンフレーズを堪能してラスサビに入ります。この激しい曲のラスサビが静かに始まるという構成もなかなか素人には考えつかない構成だと思いますが、お給仕だとヘドバンする感じになって気持ちいいところです。それですぐに通常のサビのリズムに戻ってジャンプして、最後のサイちゃんの We have got to win からのアウトロで思いっきりジャンプしながらのチャンプはものすごい音量が会場に響いてました。曲終わりでサイちゃんが珍しくサンキューって言ってくれてましたね。続く26曲目は玉屋です。サイちゃんと小畑さんのボーカルに続いてのイントロで、やっぱりサイちゃんは雄たけびを上げて煽ってきますので、ここもお嬢様エリアのヘドバンがものすごかったです。それで A メロに入りますが、ここのあーちゃんの16ビートのハイハットを叩くところがお気に入りです。B メロの軽快な感じのメロディーから一気にサビに入って、フロアは全力でジャンプしながら手を振り上げる感じになります。私も汗を振りまきながらジャンプする感じになって、周りに少し迷惑をかけたかもしれません。サビ終わりで感想になってジャンプしたままちゃんとで盛り上がります。2メロは A メロのブレイクを入れながらの進行が気持ちいいですし、歌詞にもありますが、ちょっとふわふわした感じになるところもよく考えられた構成だと感心します。B メロからは元のメロディーに戻って2サビに入りますが、やっぱり楽しいです。私的ジャンル分けで言うと、ノーゴートとかマギーもそうだと思うのですが、お祭りみたいに楽しい曲のパターンのやつです。それで C メロに入ってソロバトルになります。ソロバトル中、フロアはずっとちゃんとで盛り上がってまして、ステージ上のメイドさんたちに負けないくらいのエネルギーでした。この素晴らしいソロバトルを見て聞きながら、そしてこのソロバトルも気を収めかと思うと、なんか感慨深いものがありました。ソロバトル終わりで、コートさんのさらばえの最高にクールなシャウトからラッサビです。ちょっとガクガクしだした足で思いっきりジャンプして楽しんで、そのままアウトロに入ってちゃんとも加えて、最後のお祭り騒ぎみたいにフロアは盛り上がって曲終わりの書き鳴らしになります。そうなるとその書き鳴らしの中でサイちゃんのありがとう名古屋最高の夜だ次がラストの雄たけびが上がります。このツアーのラスト27曲目はレディートゥーロックです。最近アップされた YouTube のリアクション動画でゴリゴリのロックなのに聴きやすいみたいなことを言われてましたが、本当にその通りかと思います。演奏もそうなんでしょうけど、私的にはやっぱりサイちゃんのボーカルがそう感じさせてくれる一因だと思っています。パンチ力はあるし、ハードロック向けの声質なのに聞きやすいというか、やっぱり滑舌が良くて歌詞をはっきり聞き取れるところとかがそう感じさせてくれるのかとか思ったりしてます。これはバンドメイドの曲に出会った時の私的第一印象でもあり、今でもすごいと感じているところです。この曲はかっこいいし楽しいパターンの曲ですね。もう最後なのでお嬢様エリアは当然フロア全体が信じられないほど声出して盛り上がってました。それで1メロのサイちゃんの歌と激しい楽器隊の演奏を楽しんで、1サビはダンス踊りで楽しんでシンガロングもして盛り上がります。サビ終わりで感想に入りますが、このミンチョのリフがまた最高です。それでその感想の味付けを引っ張った感じで2メロ冒頭のリズムというかリフへのつなぎが綺麗ですし、それに続くミンチョのめちゃくちゃかっこいい下がっていくギターフレーズは私的に大好物なやつです。それで B メロに入ってシンガロングして、小畑さんのやめられないしやるしかないなのシャウトからのサイちゃんのシャウトは何回聴いてもしびれます。で2サビに入ってまたダンスしてシンガロングして楽しんで、サビ終わりでミンチョのギターソロです。ギターと髪を振り乱しながらギターを弾くミンチョもかっこよすぎます。ソロ終わりの1メロからサイちゃんのシャウトでラッサビに入るところのスピード感も完璧です。それでラッサビに入って冒頭のあーちゃんのバスドラどころかも堪能して踊って楽しんで、最後のメロのところになって終わってしまうという寂しさも少し感じながら、最後のサイちゃんの湧き上がるよ久保を聴いて曲終わりです。曲終わりからセカンドラウンド最後の吹き鳴らしになって、ものすごい歓声が湧き起こる中、サイちゃんのありがとう名古屋最高だまた会おうバンドメイドでしたありがとう最高であーちゃんのドラムと小畑さんのジャンプでかき鳴らしが終わって、歓声と拍手が鳴り響く会場に小畑さんのそれでは行ってらっしゃいませご主人様お嬢様またお給仕でお会いしましょうぽバンドメイドでしたぽでセカンドラウンドファイナルとなる名古屋ダイヤモンドホールのお給仕は幕を閉じました。本当に盛り上がったお給仕でしたし、セカンドラウンドも常に最高を更新し続けてくれたメイドさんたちに本当に感謝です。
お給仕終わりでポケットを確認すると、後ろポケットに入れていたスマホも危うく水没状態になるくらい濡れてまして、短パンも中のパンツも水に浸かったみたいにびしょびしょでした。でも最高に気持ちいい汗をかけたと思います。それと今回は初めてお嬢様エリアの真後ろという位置からお給仕を見たわけですが、お嬢様エリアがこんなに激しくて楽しそうっていうのを初めて知りました。なんかこっちもすごく嬉しいというか楽しいというか気持ちいい感覚になりました。本当に素晴らしいお給仕、まさにお給仕をしてもらって大満足で慎重に階段を降りて会場を後にしました。恒例のさえちゃんのポストは、名古屋、今日もありがとう、最高に楽しい2日間だったよ、皆様のおかげ、盛り上がったね、セカンドラウンドの終わりにふさわしかったでしょう、そうでしょう、皆様にも拍手です、さあ残すはファイナルラウンド、期待して待っていてね、また会おうでしたね。本当に最高の2日間でしたし、セカンドラウンドのファイナルお給仕にふさわしい盛り上がりでした。ファイナルラウンドはさえちゃんがどんなことを考えて企画してやってくるのかとか、修行とは何なのかとか、感覚は少し空いてしまいますが、大いに期待して待ちたいと思います。私の次回帰宅はお給仕ではありませんが、1週間後のサマソニです。フェスもだいぶ参戦してきましたので、フェスそのものも楽しみつつ、なんとか最善狙えないかと頑張るつもりです。はい、ということで今回は以上です。それではまた次回。